ニニウは無川のほか2つの川の水に恵まれた開拓地だったが、赤岩青岩峡が船を遮り、鬼峠越えを余儀なくされる陸の孤島中の孤島であった。前編で大正8年、金山駅から歩いてニニウに嫁いだ女性の道のりをたどった。後編では現在のニニウを訪問して陸の孤島の集落の変遷を振り返ります。いや、これがね、赤岩と青岩がですね、玉石混合していて美しいんですよね。リフレッシュできますね。弓道ね。たまあの頂上に人がいるんですよね。巨大な岩ですね。ここから先はニニウで行き止まりなんで、通行量は少ないですね。小屋があってね。明治41年、ニニウ植民告白設定。入植1人目は白川又次さんだった。王子製紙がシムカップと部下の間で増税計画を発表すると20トンに急増。44年、白川氏らが発起し、私立教育所を開校。2年後、公立ニニウ特別教授所として認められた。ニニウは水利を生かした水田が広がり、川魚の養殖も試みられた。蕎麦、甘、発汗も栽培された。公立学校ができたため、作物を出荷しなければならない。大正5年、鬼峠に馬車道が開通。前編の花嫁さんが歩いた道だ。しかし、峠越えは5、6時間かかり、作物を積んだ馬車が谷に転落。落ちた馬はヒグマに取られることもあった。昭和4年になると、赤岩から向川沿いを通る車道が開通。王子製紙が予算を得て、住民自らも労働し、トラック通行も可能な道が完成した。今、バイクで走ってきた道だ。集落はペンケニー川上流に向かって、また川を渡った盆地の方に築かれた。赤矢印のように中心部、81年の航空車、家屋が点在しているのがわかる。あれが高速ができて、このニニウの状況も大きく変わったって言われてますね。ここもなんかレクリエーション施設があったと思うんですけど、廃屋の後。これは高速の中施設だな。ここは駅停があったんですね。キャンプ場。この先にニニウ小学校と中学校があった。ここも羊のある中。完全に羊がいないね。この右手の高台にかつニニウ神社があり、盆踊りや相撲取り、宴会等、ニニウの文化の中心地であった。これはお住まいですね。ああ、テニスコートか。橋がサイクリングタウン地球。ちょっと道が良くないなって感じです。自転車がきついかなって感じがしますね。なんだかな。不思議な雰囲気のところだな。ああ、これがこれ本当に自転車で来るんですかね。大丈夫かな。関商線の橋の下、この先に鬼峠トンネルがあるはずなので、
ここに階段があると。おお、すごい。鉄道マニア向けの、あれかもしれんな。鬼峠です。掘るときはですね、十数年以上かかったようなんですけども、途中ガス爆発事故とかあって、死亡者が出たりとか、この山の鬼がですね、長年人々をですね、明治の開拓期からですね、苦しめたっていう、見ることができましたが、すぐそばはですね、こんな自然がいっぱいですね。ほんと綺麗だな。こういうとこなヒグマとか出そうで、多分神社ちょっと高台にあると思うのですけども、堀口みたいな雰囲気のところも見当たらずですね、こちらのお宅も今なんかいないような感じなんですよね。というわけで諦めるしかないかな。誰もいない。高速がキャンプ場は、こっちだな。羊だ。思うんですけども、なんか今羊とか飼ってますね。農家の方がかなり、用地を広く取得されたような感じです。キャンプ場のあれがありますか、建物とね。鬼峠から鬼が泳いで流れてきそうな名前の橋。清風山信号所です。あそこに高速が通ってたり、鉄道が交差してたり、交通の要衝みたいな状況に今なってんですけどね。人はですね、多分羊の飼っておられる農家だともう一軒ぐらいしかないんじゃないかなって気がしますね。安全再生の誓い。これね、駅とか作ってもいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。昭和41年、ランプ暮らしだったニニウンに電気の明かりが灯りました。鬼峠を回避する川沿いの林道が開削され、鬼峠にトンネルが掘られ、念願の列車がやってきましたが、集落から人が去ってしまい、駅ではなく信号所となりました。高速道路の高架橋ができましたが、車は通り過ぎていきます。ろうそくウェアの前で、彼女は一体どういうふうに思っただろうか。こうやって便利な道ができて、トンネルもできて、村の中央とのアクセスも良くなったんだけども、通行を妨げる渓谷は今は林道ができて、今道道になってますけども、任意の方に一本道ですけどね、行けるようになってる。開拓発展、そしてレクリエーションのメッカにはなったんだけど、またその使命も終えて、ニニンは今人間の数よりもはるかに羊が多いような土地として、また新たな
チャプターをですね、記し始めてるのかもしれませんね。